Yeah. We can release the pet nat. Yeah. That's good for us as well. Yeah. It's important. Okay, guys, maybe it's time to start. Please. Ready? Yeah. Okay. Okay. じゃあ今から始めたいと思います。Just short introduction in Japanese. Okay. Me? No. In Japanese. By myself. And after that, please make. では、今視聴していただいている皆様、ありがとうございます。こちらが、kp オーチャードの小原です。で、今日はですね、2人のワインメーカーを、ゲストにお招きしまして、最近人気の、ジャンルですね、ペティアンナチュラル、ペットナットについて、いろいろとちょっとこう聞いていきたいと、思っています。一人がですね、オーストラリア、南オーストラリアアデレードヒルズから、BK ワインズのブレンダン・キース。そして、もう一人がニュージーランドネルソンから、九能ワインズの、中野雄揮さんです。この二人、どちらもナチュラルワインの作り手ですけれども、ペットナットについて、ちょっと共通の質問をして、それぞれ答えをいただいて、どんな違いがあるのか見てみたり、その違いについてちょっと意見交換を、交わしたり、することで、今、ペットナットというものが、実際に作っている作り手にとってどんな存在なのか、見てこれたらいいなというふうに思っています。はい。OK. Thank you for coming, Brendan さん and Yuki さん。Thank you for having us. It's exciting. Just make a short greeting for Japanese viewers. Yes. From Brendan さん, please. Okay. Hi, my name is Brendan Keys from BK Wines in Adelaide Hills. Been working with Shin and Bunsho at kp Orchard for a number of years now. I love working with these guys, and I love the opportunity to come to visit and drink wine and talk about wine together. So I'm excited to do this today. So thank you. Thank you. 今日はありがとうございます。ブレンダー・キースです。BK ワインズですね。日本のインポーターである、kp オーチャードの、文章&シンというのは、うちの社長と私のことなんですけども、一緒に仕事をするようになって、もう何年にもなります。ちなみに2014年が彼らのワインで日本に初めて入ってきたヴィンテージなんですけれども、もう何年にもなりまして、一緒に働くのも非常に楽しんでますし、ワイン飲んでいただいても、感謝もしておりますし、こういった機会を非常に楽しみにしてますので、今日は楽しんでいきたいと思います。じゃあ、ゆきさん。ちなみに通訳はですね、ブレンダン・キースの分は私がやりまして、ゆき中野さんが喋る英語は全部自分で同時通訳を入れていただくというシステムでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします、中野さん。はい。これ、日本語で言ってもいいですよね。日本語でいいんじゃないですか、それは。日本語でいいですよね、もうね。Okay, sorry. I'm gonna talk about in Japanese. So, どうも、クノーワインズの中野と申します。今回こういう機会ですね。突然、急遽参加になったんですけども、友人であるブレンダンと、こんな風にね、ちょっとでも還元できることが、とても嬉しく思います。どこまで掘り入った、ね、話ができるかわかんないですけども、いろいろ勉強になるような、楽しんでもらえるような、勉強というより楽しんでもらえた方がいいですね。こういうふうに思ってる、こういうふうに違うっていう人間性はやっぱワインに出るものなので、ちょっとでも何かの参考材料にでもなったらだと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。喋ってる途中で、ご質問だったり、感想だったり、コメントいただける場合は、Zoom でご覧になっている皆さんは、Zoom の Q&A なり、チャットなりでいただくのもできますし、これは Facebook ですね、kp オーチャードの Facebook ページがあるんですが、そこで、ライブ配信中でもありますので、そのページ、私が関係者をタグ付けしてアドレスをシェアしたところですが、
そちらの方にコメントをいただく形でも、私がチェックして答えていきたいと思います。はい。OK。じゃあ、This is the first question to two of you. OK? Yep. Yeah. If you can define what Petillant Naturel is by yourself, how would you define? From Brendan-san, please. I would define it as I think it's how they would have made champagne maybe 200 or 300 years ago, traditionally. Petillant meaning spritzy and natural mean occurring naturally in the bottle. I think that kind of answers it. It's just a beautiful natural sparkling without any assistant of cultured yeast. Thank you. シャンパーニュに対しての、一つの、別のジャンルだと思ってるんですけれども、その名前が、表している、通りだというふうに、考えていて、ペティアンが、フリッツァンテ、微発泡ですね、弱い、泡立ちのことを指して、ナチュレルが、ナチュラル、自然にという意味なので、自然に作られた微発泡のワイン。それが、シンプルに、単純にそういうふうに、理解をしていいと思っています。抜けましたね。僕の質問がですね、もし、自分でペティアンナチュレルとはということを、定義できるのであれば、どのように、定義しますかという質問でした。で、今のが、BK の、アンサーです。じゃあ、中野さんお願いします。はい。これ日本語で答えるんですよね、多分ね。多分英語で、全部英語で言って、日本語で、後でまた言ってください。ブレンダーのために。Okay, so for me, Petillant Naturel is, I don't know who made like a pet nut that was, but pet nut is Petillant Naturel. So that's mean almost same as Brendan. So there is like tiny spritz wine and made by organic fruits and everything naturally, no chemical. Yeah, this is a quite pure, very pure, honest wine for me. So yeah, that's it. これ、ペティアンナチュルというものは、微発泡のワインで、これ自分で訳すの変ですね、これ。そうですね。ちょっと、今回だけはすみませんが。でして、すべて自然なものからできていることが定義であって、僕の場合では、すべてオーガニックから、まずオーガニックってあることと、あと何も、いろんな添加物も一切使用しない。でその中で、瓶内で発泡させたものですね。で、微炭酸っていうのが一番の定義だと思ってます。ペティアンですからっていう。はい、そんな感じでございます。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。今、お二人もおっしゃってたと思いますけれども、ペティアンナチュレル、略してペットナットですね。っていうものはですね、スパークリングワインの一種のスタイルを表すような、言葉だというふうには言えると思ってまして、基本的にアルコール発酵でアルコールと、ガスが発生するとして、そのガスですね、をどこから、どういうふうにワインに閉じ込めるかという、持っていき方で、スパークリングワインの種類がいろいろとあるとすると、ペットナットというのは、つまり一次発酵ですね。メソードアンセストラルという、瓶内一次発酵と呼ばれるような、作り方なんですけれども、最初の発酵が終わりきる前に、糖分を残した状態で、かつ無添加で瓶詰めをして、瓶内でその一次発酵が、完了することでガスが生まれて、スパークリングワインになると。それがペットナットだというのは、ここは、おそらく誰に聞いても、異論はないところかなとは思いますが、今少し話がありましたけど、原料のブドウでオーガニックかどうかというところが一つあるとして、今中野さんはオーガニックブドウって言いましたけれども、ブレンダーさん、Yes. Do you think producing
pet nut from grape, conventionally viticulture. Do you think it's pet nut? I think there's a lot of different ideas of what pet nat is at the moment. I think the hardest part in Australia is that there's no regulation. So for personally, I think organic or biodynamic fruit are the way I want to make wine. Whether that defines whether it's Petillant Naturel or not, I don't know. I think the most important thing to me with it is that it's a continuous fermentation and it's captured in the bottle. I think where the lines get blurred a bit could be about viticulture, but it could also be about adding juice back, frozen juice, all these other things that people are doing. So you don't think it's like a continuous fermentation is important? So if you keep because I think it's the true form. Addition of juice, you don't do that? No. Okay. 今ですね、ブドウがですね、原料のブドウがオーガニックではない、通常の従来の栽培方法のものを使って、無添加で、微発泡のワインを作った場合に、それはペットナットと呼べるのかという質問を、ブレンダンにしてみたところ、必ずこれは自分にとってはという言葉が、つくんですね。ブレンダンも言った通り、今、ルールといいますか、オフィシャルな規制はありませんので、こう作ったらペティアンナチュレルと名乗れますよというルールはありませんので、必ず自分にとってはという言葉がつくんですけれども、ブレンダーにとっては、ペットナットにも限らずですけれども、オーガニックもしくは、ビオデナミで栽培された、ブドウで作りたいと思っているし、ペットナットにおいて重要だと思っているのは、野生酵母で始まった、一次発酵が、継続して、いって、でそのまま、発生したガスを、閉じ込めて、ペットナットにするということが、大事だというふうに思っているので、これもちょっと後で話そうかなとは思ってたんですが、例えば、別でその同じブドウだけれども別でキープしておいたジュースを一次発酵が終わった後に添加をして泡を作るというようなことも自分ではしないというふうに答えておりました。じゃあ中野さん、How are you? Do you think the addition of juice can be pet nut? Yes, because on other side. So that's Brendan told me that's that's the method ancestral. It's gonna be good for Petillant. I think so, but also I'm working different wineries. So that's in my case, it's really difficult to make bottling during vintage time because not making only my wine, because also making different wine, also another wine. So it's difficult situation at the moment. So yeah, that's I keep frozen juice, and then after ferment, but that means after finish busy time, then defrost and then back into the wine and then make a second ferment in the bottle, and then making Petillant wine. So I'm different side at the moment. But in this time, so this is new 2020 sparkling. So we try to new experiment. So actually we keep a frozen juice, but we made natural ferment, from juice, then back to wine. So our idea is, some get natural yeast, fresh natural yeast, back to wine. Then we made sparkling. So I don't know what's gonna be good or not, but I really want to do ancestral. But in my case, I can't do ancestral way at the moment.
But if I have own winery, I think I'm gonna do ancestral. So. っていうのを訳すんですよね。そうですね。なんて言ったか忘れました。僕が作ってるスパークリングは、一回、ワイン作ってから、絞った時のブドウのジュースをですね、凍らしておいて、で、その後に、すべての発酵が終わった、醸造期間が終わってから落ち着いた時に、それを溶かして、ワインに戻して、加糖という形ですね。それでスパークリングを作る。瓶内一時ではなく、ブレンダンは瓶内一時でアンセストラルですけども、僕の場合は、クノーワインズは瓶内二時となってます。じゃあ今回は、新しいスパークリングは新しい、取り組みとして、そのまま溶かしたジュースをそのまま突っ込むんじゃなくて、その溶かしたジュースを、自然に発酵させて、で、そこから、フレッシュなイーストを取り込んで、その発酵が途中で止まるようなことはないように気をつけてみたという感じでございます。これの、答えが出るのは、まだ先2020がないとわかんない年のロゼですね。2020年のロゼスパークリングという感じになります。またギリギリのラインのワインですね。ペットナットって表記しますか？どうなんでしょうね。僕が思うのは、ペティアンですから、ペティアンはあくまでも微発泡なので、開けてぶっ飛ぶようなワインは作りたくないんですね。ガス圧が強ければ強いほど、アロマもね、飛んじゃうし、だから、弱くていいかなと思います。前回のやつは弱すぎましたけども、あれぐらいでいいんじゃないかなとは思ってます。本来ならばペティアンって、王冠じゃなくてコルクですからね、もともとは。コルクが浮かない、そうです、コルクが浮かないぐらいの、ガス圧のことなんで、それでもいいんじゃないかなと思ってます。そこでちょっと、一つ疑問が実は前からあって、ブレンダンさん。はい。Petillant Naturel should be Petillant. Right? Yep. And if it's designed residential of sugar in juice, yes. If we can control it and much more higher residential sugar at bottling, that can be not Petillant. So the sugar, so when you have juice, you do the primary ferment, and then this is how I do it. When you have a primary ferment, and when it's almost finished fermentation, we bottle it. It's at a controlled level of sugar. I don't know whether it has reserve sugar. Residual sugar or not. I don't think that changes what the name of it. It probably would more change to the style. You know, is it seen as a sec or a demi-sec or something like this, rather than the actual change of style of wine. I think whether it's completely dry or with a little bit of sweetness, I don't think that affects the style or the name of it. Okay. 今ですね、私の方から、ペティアンナチュラルって微発泡のワインなんですが、そのボトリングするときの、残糖度ですね、その糖分の量がもし多いのであれば、微発泡じゃなくなってもうちょっと強い泡になるのかなというのを前からちょっと疑問に思ってたんですけれども、ブレンダーに聞いたところは、基本的には今彼が作ってるペットナットっていうのは、最初の一次発酵がですね、ほとんどもう終わる、直前ぐらいのところで、ボトリングをして、作ってます。なので、ほとんど辛口、もしくはほんの少し甘みがあるような、スタイルのもので、弱発泡、微発泡になりますので、それがペットナットだと思っています。で、もし、もっと残糖を残して、詰めたら、また別の
ワインになるんじゃないかな。つまり、ペットナットではなくて、ドミセックとかそういう名前がつくようなワインになっちゃうんじゃないかなという答えでした。中野さん、これはどうなんでしょうね。シュガーが多ければスパークリングになるんじゃないかっていうのは、結局爆発しちゃうのかな。So I can say, in my case, so I keep frozen juice. So after defrost, I can check the sugar, and then I can know how much sugar in the juice, and then calculate how many wine and how much wine, and then I prefer for Petillant, I think 6 gram to 10. I think 6 gram to 10 gram per liter. It's gonna be Petillant. But sometimes, like a explode wine, like like a more than 12 gram to like a 14 gram, but depends on producers because that some producers do ancestral like almost 14 gram per sugar per liter, but they're gonna do also discourage. Then like a pressures out, then top up a little bit and then crown it again. So yeah, that's different. There's different styles. There's so many different styles how to make Petillant at the moment. But high pressure, if producer made high pressure wine, but still they can do discourage and then pressure out, then maybe it's gonna be Petillant. So yeah, there's so many different, but we can control some we can control some. So very difficult. But in my case, calculate and straight and no discourage, and then make fizzy. So different. です。訳すんですよね。そうですね、お願いします。なんて言ったっけBrennan, it's really hard to remember what I say in English to Japanese. スパークリング作るときに、目安っていうのがあって、残糖ですよね。ブレンナーの場合は、almost finish ferment and little bit sweet ということなんで、ドライでちょっと甘みがあるぐらい。多分それで、だいたい 10g 以下だと思います。作ってる側とすれば。中野さんは6って言ってましたかね。僕の場合は6から10ですね。今回作ったのは 7g です。計算して。7g ぐらい。計算して 7g ぐらいでやりました。で、日本でも作ってるスパークリングとかは8とか10ですね。やっぱり12とかなってくると、開けた時に吹いちゃうんですよね。もう自分の経験では。で、14とかになってくると、ぶっ飛びです。はい。ブレンダーさん。そんな感じ。What would be the residential sugar at bottling? About 10 to 12 grams. 10から12ぐらいで詰めるそうですね。And in result, 5 to 6? In result? Yeah. 5 to 6? We can't control this as much because it's a natural fermentation. It's constantly moving. So we're just trying to, we can check the sugar in the morning, but then it'll be different in the afternoon. So we've got to kind of just say, yep, let's go and do it. And so this, for me, is temperature is very, very important. Temperature, because I want to maintain a nice cold kind of pretty ferment. So temperature is important. And then for me, when I've decided on the sugar, so I think maybe it might be 14 or 15 grams, but then I want to chill it down before I bottle it. So I'm chilling it down
like 4 or 5 degrees to make it cold stable. But also I'm trying to predict on how much sugar is continuing to ferment out while I'm chilling it down. And what it does is, and one of the main reasons why I chill it down is so I can hold on to the dissolved CO2 from fermentation, because one of the byproducts is CO2, but also so that it will drop tartrate and it'll drop the lees. It'll make the lees really solid in the bottom, so I don't have to disgorge. ああ、なるほど。うん。ちょっと自信ないですけど、温度を下げてボトリングすることで、まあガス圧と、あと檻ですよね。檻の部分を、安定させて、吹かないようにするって言いましたかね、中野さん。ちょっと自信薄いな。彼が、I'm gonna translate Brendan in this case. Sorry, I missed. A bit technical. ですね、ブレンダンがやってることはですね、すごい画期的でして、まあ、ワインの醸造中ってアルコール生成でずっと止まらないんですよね。糖分がある限りは。で、それを、一時的に、遅くするために、まず、ワイン自体を、まあ、クーリングマシン、まあ、チリングマシンみたいな、冷蔵マシンみたいなのがあるんで、タンクについてるんで、それで、冷蔵して、4度か5度ぐらいまで落として、ということは、温度が下がるんで、タートレート、主石ですね。主石がワインから分離するんですね。で、それがワインタンク内に張り付いて、まずその酸度がちょっと落ちるっていうのと、だからまあ主石がワインにあんまり出ないっていうことですよね。ワインにボトリングしてから。で、プラス、あとは、発酵中っていうのは、ワインが滞留してるんですよね。こういう風に。で、それで檻がずっと待ってるんですよ。檻も一緒に動いてるんです。で、その檻っていうのを、冷やすことによって、この状態をちょっとでも落とすっていう。じゃあ上から、檻のちょっと上から引いてってるワインに、檻があんまり入らない。だから、一時でも、BK の、ペットナットはクリーンにできてるっていう。本来、そうです。アンセストラルで、やった場合っていうのはみんなディスコージがいるんですね。こんだけしか出ないんですよ。でしょ？これも一緒のように、これは僕がジュースをやってやりましたけど、これでもこんなくらい、だから変わらないんですよ。これすごい画期的だと思います。賢い方法だと思います。なるほど。それ彼はそれを言いました。はい。それをブレンダーさん、That's why your pet nut、doesn't explode. Yes. from which vintage? I believe you did discouraged in some vintage. Only one time. 17? Yeah, maybe 17. But this was because the analysis I was given for the sugar was incorrect. Holy shit. そうか、17年ですね。以前にBK のペットナットについて聞いてるときに、デコルジュしたよっていうふうに聞いた記憶があって、それが17年のヴィンテージだったかなっていうふうに聞いたんですけど、やっぱり17年に一度だけやったことがあるみたいで、まあそれはシュガーの問題で、その年はやらないと多分爆発してしまうから。で18年以降は今、ブレンナンが言っていたようなやり方をしていた。ね。あれじゃあ中野さんはデコルジュはするとおっしゃってましたっけ？しない。No discourage. Maybe some producers do. Discourage? Discourage to make peanut nut? Everywhere. Maybe better as a product. With or without? Easier way? Easy control? Not easy control. Not easy control, I think, because after discourse, producer we lost so much wine.
So it's going to be priced up. That is not good for customer, also not good for you and not good for us as well. Price up is the most, big problem, biggest problem. So, But if the bottle explodes, it's also loss of wine. Loss of wine. So customer will lost, wine is not cheap, and then buy and then, oh, really interesting, and then can't wait, and then open, and then, half gone. そのことについて今ちょっと聞いてたんですけど、デコルジュは、他の生産者はペットナット作るのにやってるのかなっていう話をちょっとしたんですが。やってますよ。はい、結構やってます。エブリウェアってなかなか言ってましたが、まあ確かに多いんでしょうね。多いです。だから本当に。はい、どうぞ。いやいや、本当に、だからみんな、大体の人はアンセストラルでやってて、で、そのまま入れて、でも、デコルジュディスコージュする体でやってますね。体でやってます。どういう意味ですか？ディスコージュありきでアンセストラルで作ってる。そういうことか。なるほど。そういうことです。なので、僕はコントロールすればいいやと。そうです。そこです。そこで、オリも、ロスのもう分かってます。でも、それでオリをぶっ飛ばして、で気圧も一緒に飛ばして、で、最終的に、だいたい我らぐらいのそのガス圧になるように計算してやってます。だから、普通です。でも、トップアップは同じワインで、ボトルトゥボトルでやるんでしょ？それは、ワインに違うタンから引っ張ってきてると思います。あ、それ用にキープしといて？なるほど。はい。だから、もっと手がかかってます。でも、ブレンダーの方法はすごい賢いです。ブレンダーさん、Yes. Did you find that way by your own to make stable pet nut? Yes. Oh, great. Yeah. You are super smart. It's okay to stay here? If you look at, so 2013 was the first year we made PetNat. 2013。2013年がブレンダンは初めてペットナットを作った年だそうです。Yes? So every year there's been a learning and a better understanding to we can get to the pet nets we're making now. But it's part of it. We're always learning, aren't we? 2013年がね、ペットナットの初めて BK が作った年なんですが、そこから、ブレンダンのワイン全てに言えることなんですけれども、やっぱり経験を重ねることで、改善を、していって、で、その過程で今、中野さんが私の代わりに説明してくださったような画期的な方法でペットナットを作れるように。そう、ブレンダンさん、This should be actually a last question, but is that why you put this eye on the front level from 18 vintage? I don't know. It can be. Maybe. It's a kind of feeling of confidence. Well, I think so. After 2017. 2018, now we do all of our own sugar. We do all our analysis ourselves. So we're not trusting someone else to do it. Yeah. And we can be doing them all the time, so we can start to follow the pattern of fermentation. But maybe that's why the label can be that. 中野さんとも似てますね。やっぱり自分の醸造所って大事ですね。ブレンダーさんに、彼のペットナットは今、このラベル、見にくいかななんですが、これが2018年からこのラベルに変わりまして、なんでこのラベルに変わったの？で、この目ですね。その特徴的なこの目が、All Thing Yahweh's Eye でしたっけ？ブレンダーさん。Correct? Yes. Yes. すべてを、見通す、全知全能の目と言いましょうかね。シンボルマークのような目なんですけれども、このラベルに変わったのが2018年でなんでかなと思って、
さっきのその主席さんの話とかの、方法が2018年からだったんで、だからかなというふうに聞いたんですけど、まあ、それもあるんでしょうけども、まあ本人は、I don't know って言ってましたね。怪しいな。入会したのかな ?2018 年に。いや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 。で、2018年のヴィンテージから BK ワインズというのは自前の醸造所を、構えまして、これはまあ非常に重要で、ペットナットだけじゃなくて全てのワインに言えるんですけれども、やっぱり全部の、工程というか、全部の瞬間を自分の醸造所で見れるというのは非常に、大事な、ことで、まあ多分それが一番、このラベルを変えた要素としては大きくて、2018年はとてもまあ、メモリアルな、記念すべき年になったというふうに、まあ、考えていきたいですね。OK。じゃあ、next question に行こうかな。OK? Next one. うん。あ、ブレンダさん。は This is a question to you. Yes. Do you know who started producing pet nut in Australia for the first time? So the first time I heard about Pet Nat, I think was 2011 or 20. No. What must have been 2012. Yes. And that was James Erskine. James. Erskine from Yalma. Yalma. Okay. Yeah. And the first time I heard him talk about it, I wasn't sure what it was. So then I did a bit of research about it. And right about that time, there was all that, so much happening with this kind of natural wine movement. And so I started making it because I wanted to make a wine with zero addition that showed purity, place, was delicious, but also matured for a long time. And me coming from a conventional winemaking background, that's how I studied. It was hard to understand to make really great wines with zero sulfur. So this was a great opportunity to make a wine with zero sulfur, zero additions of anything, but still show varietal character, as I said, sense of place and enjoyment. So probably Yalma is the first one. Maybe. Yeah. ブレンダンが、このペットナットというものに、出会ったのが、おそらく2012年頃のことだった、ようなんですけれども、ヤウマですね、ダイヤモンドさんが輸入されている、ヤウマのジェームスさんがから教えてもらった、当時というのは、ブレンダンは、ワインメーカー、醸造家としては、ナチュラルワインの、作り手として、最初からいたわけではなくて、オーパスワンの醸造長のポールさんの、アシストをやってたりしてましたので、従来通りのクラシックなワイン作りの醸造家としての背景を持っていた中で、添加物なしの、ナチュラルワインを作りたいというふうに、考えている中で、そのヤウマから、ペットナットの、ことを聞いて、これは非常にいい、機会だなというふうに思って、始めたのがきっかけだそうです。なので、私は質問としては、オーストラリアで誰が一番最初にペットナットを作り始めたのかなということを聞いたんですが、おそらくヤウマだろうということと、ほとんど今の話を聞いていると同じぐらいの段階で、ナチュラルワインのムーブメントっていうのはかなり、展開がすごかったもんですから、それと同じようなタイミングでブレンダンも、作り始めたということが、言えそうです。じゃあ、中野さん。はい。When did you drink pet nut first time? Do you remember? I think long time ago. Long time ago. Because maybe Brendan knows I was waiter at restaurant. So probably around 2011.
from Italian one. I think I had Cantina Giardino. I think that was first time maybe. Then second time I can remember before I went to Small Fry. So I had their sparkling, but it was exploded. Yeah, so that was I think 2015, 2014 sparkling. I think 15 sparkling. Yeah, but I used to work restaurant by using always conventional wines. So also my background also only conventional wine, and then first winery worked at Italy, also conventional winery, produce quality. So, yeah. 2011年だったらかなり早い段階で飲まれましたね。中野さんにも同じ質問をして、ペットナット一番最初に飲んだのはいつか覚えてますか？その時はペットナットっていう言葉はなかったです。イタリアだったらフリッタンってなっちゃいますからね、全部。そういうくくりです。で、ペットナットっていう言葉が出てきたのも、僕がワイン上手に携わる2015年あたりからなんで、新しいワードなんですね。I have a question, Brendan. スモールフライですもんね。I have a question, Brendan. Do you know who started say pet nut in the world? No. No, because this is magic words. Suddenly everyone say pet nut, pet nut, pet nut. Yes. And when I had first time, what is pet nut? And what is pet nut? And then that means Petillant Naturel. Okay, I see. I got you. But I don't know who started to call pet nut. It's got to be a European term. Like maybe it's a Parisian thing from Paris or something like that. Yeah, something like that. One article on the internet said it was American importer. Okay. But no evidence. No evidence. Yeah. So now it's pet nut is magic words. Magic word. So people love pet nut. 誰がこの略称としてのペットナットっていう言い方を始めたのかっていう話をしてましたね。とてもなんかこう拡散力のある言葉で、気づいたら誰もがペットナットって言い始めてたから、誰が言い始めたのかなっていう話をしてたんですね。なんかネット記事ではアメリカのインポーターが言い始めたみたいなことも書いてあるところもありましたが、定かではないですね。But yeah, must be English speaker, start say pet nut. So could be America, could be British. I don't know. Or maybe James. I don't know. James? A good friend of mine, Hardy Wallace at Dirty and Rowdy in California. I went and visited him, and he was making pet nat in 2012. And it was a term that was already being used there. So maybe those guys went to La Dive and came back with this term. I can imagine it was quite popular around that time. But the first one I made was supposed to be with him, and then he couldn't come out. So I just rang him up on the phone and asked him what to do. What is the producer's name again, please? Dirty and Rowdy. Dirty and Rowdy という作り手がカリフォルニア Yeah. にいたらしく、2012年に行って、もうすでにその当時はペットナットをその人が作っていて、で、ペットナットっていう言い方はもうしていて、ブレンダーはその時、このペットナットっていうのはもう絶対、人気が爆発するだろうなっていうふうにもうすでに思ってたそうです。で、2013年が彼のファーストブレンダーのペットナットのファーストヴィンテージで、最初は
一緒に作るはずだったんですが、彼は、来れなかったので、それは叶わなかったんですけど、ということでした。Yes. OK. じゃあ、next question に行きましょうかね。じゃあ、next question to two of you. じゃあ、from Yuki さん。はい。Which grape variety do you think suitable for pet nut? I don't know. That's very interesting question. ちなみに質問は、ペットナットに向いているブドウ品種は何だと思いますかです。どうぞ。I can say really high acidity variety. 酸があって。That's it. So, That's it? It's okay. Chardonnay, good. And then. Yeah, Pinot Gris, yes. High acidity. And then maybe less aroma, less floral aroma. So, high acidity variety. アロマは、フローラルのアロマは低い方がいい。低い方がいいです。How about you, Brendan? I guess for me, it was making a traditional style sparkling in this Petillant Naturel. So I thought of the classic Pinot Noir and Chardonnay. I've made it. I've also done Pinot Gris. I've also done Merlot. Merlot, okay. But I think as long as they're pretty aromatic, good balance, not too much tannin. I think too much tannin structure from, say, some of the heavier reds, depending if it's how much skin contact it's got. As long as you've got a, one of the next questions is about when to pick. I just kind of pick like I'm thinking about sparkling base. So I want that kind of, as Yuki was saying, good acidity. That acid's really important to carry it right the way through. And I also think the good thing about not disgorging and leaving that lees in there, it just gives real good texture and weight to the mid palate to give you kind of good balance with that acid. When we traveled last time, Shin, I tasted a couple of Japanese wines with you, and I thought those wines would make great pet nat as well. You know, some of those pretty aromatic, good acidity Japanese varieties, but some of them looked like they looked a bit hollow in the mid palate, and then I was thinking the lees would kind of fill that up and bring them into balance and make them kind of really interesting, slurpable wines. ブレンダーにも同じ質問ですね。ペットナットに向いている品種はあると思いますかという質問で、基本的には、伝統的にスパークリングに向いている、ブドウ品種と考えていいんじゃないかなというふうに、思っているそうで、ピノシャルドネも作ったし、ピノグリでも作ってみたことは、あるし、メルローで作ったことさえあるそうです。でやっぱりアシディティですね。酸が非常に大事で、アロマティックになるんですけれども、瓶内で発酵が完了する関係で、ボトルに、折りが、あります。で、その折りがですね、ペットナットの、酸のある、状態と、旨味みたいなもので、非常に全体を味の面で底上げしてくれるというか、補完してくれるというか、そういう役割も果たしていると思いますので、やっぱりそういうスパークリングに向いた酸のあるブドウ品種が、そういう意味でも向いてるんじゃないかなというふうに思っているそうです。で、ちょうど次聞こうと思ってた収穫のことも答えてくれたんですけれども、ペットナット用にブドウは別で収穫しますかっていうふうに聞こうと思ってたんですが、スパークリングと同じ考え方で収穫は行うそうです。で、昨年ですね、日本にブレンダンが来たときに、日本ワインを結構な種類を飲んだんですけれども、一緒に、
その飲んだ印象から、彼の印象から言うと、さっきのその折でですね、ボトムアップしてくれるっていうことを考えると、日本ワインでペットナットっていうのは、かなりいいものができるんじゃないかなというふうに思ったそうです。うん。なんか中野さんありますか、それに関して。Have you tried my Japanese wine, Brendan? Not recently. No, recently. Because I have the same idea. So now I'm making Japanese wine as well. Yes. And then, mainly made from table grapes. Yeah. Like American hybrid grapes, like Delaware, Niagara, Steuben, everything like a kind of Concord stuff. And then they have really like a, foxy flavor. And Japanese people love it because, Japanese, food culture has, that's table grapes long time, like longer than any wine. But, there's sometimes that foxy flavor, like a too strong foxy flavor. And this makes not really tasty to me. So for me, like a best way, like a table grapes wine, is sparkling. Yep. Because why? Because you told them it's leaves built up like good flavor, like that's on the part that's middle is very important. But table grapes doesn't have long flavor. Always side and the front and the maximum middle, not into the back. So yeah, that's why I'm making so many sparkling in Japan. Yeah, good idea. Great idea. 中野さんは日本ワインにおいては結構ブレンダーと同じ意見を持ってらっしゃる、ね。そうですね。自分で通訳するんでしたね。そうなんです。彼が言ってよかった。Always forgetting, I have to translate by myself. 何だっけ。彼が言った通りに、折ですよね、味をね、ビルドアップするっていうので、日本でもワイン作ってるんですけども、やっぱりそのデラウェアとかスチューベンとかいろんなものからできるものにあたって、一番いい方法は、やっぱスパークリングに、で、折が瓶の中にある状態が一番いいなと思ってます。なんでかっていうと、その食用ブドウからできるっていうものは、そもそもワイン用ブドウとは全く違うわけで、食べるためのものなんで、ワインにすると足んない部分もいっぱいあるんですよね、やっぱり。なんで、そこら辺を、味を底上げしてもらうために、スパークリングでやったら、一番いい方法なんじゃないかなと思って、一応、2016年からずっと作り続けてはいますね。っていう感じではあります。So my next question should be, what's this dead cells of yeast? Dead cells from yeast. Mainly. Yeah. It's the energy. It's the life and the soul of the wine. 間違いない。It's good for you. その折が何かということを言いたいんですけど、折々と言ってますけど、基本的にはだから酵母の死骸ということに。言い方が言うとそうなりますね。日本語で言うと酵母の死骸。そうなりますね。It tastes like very amino vital for me. アミノバイタルで合ってます？It's this sediment that tastes like very amino vital to me. Umami. Yeah. I think so, kind of. Yeah. そうです。そう。やっぱりそうなんですね。じゃあ、この折かは、そうですね。基本的にはだから、酵母死骸以外に何か物質としてはあるんですか？ないです。でも、イーストの、なんていうか、折っていうものはいろんな栄養分を持ってるんですね。だから、なんて言ったらいいのかな。こういうシチュエーションっていうのは、なんて言ったらいいんですかね。いろんなワインでシュールリーとかあるじゃないですか。シュールリー何ヶ月とか。折の上に寝かして何ヶ月っていうワイン自体のものが、瓶の中で、ずっと保管されて、そういう状態にあると。
から長ければ長いほど、味の変わり方も普通のワインとはちょっと違いますよね。うん。そんな感じはします。ブレンダーさん。あ、 What's ロ that? ゼか。Can we What open makes it? you try? Is it ロゼ？ Yes. あ、OK。2020。Yeah. Yes。ロゼ？Yeah. ピノノワールのロゼのペットナット。2020年ヴィンテージ。ちょうどリリースされたばかりですね。You made Pinot Noir. Yeah. ブランドノワ No skin contact. Just press. Just pressed off. Perfect amount of bubbles. Yeah. And look. You have more bubble. Oh my gosh. Perfect. ああ。Mine one. Zero bubble. Maybe some. It's too soon. あ、じゃあ俺も開けよう。あ、じゃあ、my next question should be ブレンダーさん。What is the best way to open pet nut? With one of these. Exactly. Oh my god. ペットナットを開けるベストな方法を教えてくださいということでした。まず、BK のオリジナル栓抜きがあります。多分、何年かの、方はゲットしたことがありますね。彼が来た時にもらいましたので。Should be really chilled, right? Temperature for sure. Again, you handle it like champagne or Asahi. Make it really cold. シャンパーニュとかアサヒのビールのように本当に、きっちり冷やしてください。Should be storage in a vertical way or can be horizontal? Yeah. Some people like it on the side. It's interesting because you can see what this is doing now when it's starting to resuspend. Yeah. Like, so you can kind of get it. See how it's starting to 折り resuspend. が舞い上がってますね。Yes. うん。舞い上がりますね。若いワインは舞い上がります。Some people like to turn the bottle upside down beforehand to try and mix in the lees. Some people like to stand it up. I kind of like to stand it up because you get that real fresh, pure, clean glass for the first one. And then as you get further into it, you get a little bit cloudiness and it makes it into more than one drink. You get multiple experiences out of the same bottle. So, まあこれ、立ってた状態で保管するっていうのもあるし、飲む前にもうこうやって倒して折を、攪拌させて、飲む人もいますけど、ブレンダー個人としては立った状態で、開けて、で、まあトップの方の液体はクリーンな状態で楽しんで、ボトムの方は、まあ折りが舞って濁ったような状態で、味の変化を楽しむ方が個人的には好きだなというふうに思います。Great。ちなみにペットナットロゼの2020年は、いつだろう。年末ぐらいかな、おそらく、日本でリリースされるはずです。もう現地では販売しているって言ってましたが、ちょっと抑えてますんで、日本では年末になると思います。OK。時間が1時間です。あ、嘘でしょ？マジっすよ。もう、こっちで6時なんで。なんか気分的には今半分ぐらいの感じなんですけど。ブレンダーさん、it's almost 1 hour. well. One hour then. Maybe we can keep going? Yeah, it's raining outside and it's 5 degrees. Really? Okay. Now I have this bottle to drink. I need one. There we go. 1時間経ちましたけれども、まあ、一旦もちろん入退場は自由ですから、ご予定のある方は上がっていただいてももちろんいいですし、我々はこのままもうちょっと、ペットナットについて飲みながら話そうと思います。Okay. 19. It's funny you're talking about whether they age or not.
Yeah. Oh, yeah. I think they should age beautifully. Like we're producing wine that has good acidity from good vineyards. So we're doing everything right to make a wine that's going to last a long time. I think the other good thing is you've got that lees component there too, which is constantly scavenging oxygen and keeping the wine fresh. So that lees in there does multiple different things, and one of them is helping to maintain freshness and keep longevity to wine. So this wine should last. It's cool. I'd love to see them again in 10 years' time. I think last time I was in Tokyo, I went to this really cool bar, and the guy had like 5 vintages of BK Pet Nat, and it was cool to see how the winemaking had changed, how the experimentations were different, but also to see, they all drank beautifully. 質問にね、事前にちょっと聞いといたやつに、ペットナットの、瓶内熟成について、っていう質問があったので、ちょうど聞いてくれたんですね。まあ僕が19年を空けたからなんですけど、基本的には、まあ、しっかりとした酸があって、自分たちが、ちゃんとした、ワイン作りをやっていれば、もちろん、きれいに熟成するはずだというふうに、思っているそうです。まあ、もう一つ、折について言ってましたね、中野さん。はい。折があることで、ガスを生み続けるって言ってました。酸素、折は酸素を餌にして、まだ実は活動してるんですよね。折が折っていうものは、そうなんですよ。折って、まあね、酵母の死骸なんですけども、実はまだ生きてて、まだいろんなバクテリアの生成だとか、いろんな要素の部分を、まだずっとしてるんですよ。そうなんですよ。で、それで、ガスを生み続けるわけじゃないんですけども、酸素を食い続けるんで、ある間は。だから、その折があることで、より、きれいに熟成するのを手伝ってくれるっていう、ブレンダーが言ってたのはそういうことですか？きれいに熟成するっていうのは、そこは別なんですけども、その折があることによって、フレッシュな部分はキープされるだろうっていう話ですね。でもそれは間違いないと思います。僕から言うと、プラス、還元な的な方向に向くのはそのせいですよっていう。折がある場合っていう。また、詳しくはもっとお話しします、後で。そうですね。ちょっと後半にしましょう。これはペットナットの話なんで、あとはまたいろんな広がっちゃうんですけど、ペットナットじゃなくなるんでやめておきます。なるほど。OK。で、東京で、日本に来たときにブレンダンが来たときに、とあるワインバーで飲んだときに、5ヴィンテージですね。彼のペットナットがバーティカルで飲む機会があったそうで、それは、それぞれの年の、醸造の違いっていうのは非常に興味深かったけれども、やっぱり、どれも、熟成はしっかりと、きれいにしていたっていうふうに言ってましたよね。そうか。OK。これはでももうちょっと聞きたいですね。ブレンダーさん。Yes. After releasing from winery, rain? Pouring the rain again. Oh my god. Okay. Good for drinking anyway. Yeah, exactly. Yeah, only one way. もう外は雨が降っているから、今日はもう飲むだけだ。日本はもう40度ですけどね、近い。やばいですね。同じく飲むしかないって感じです。死んじゃうよっていう。エアコンの中で。Alright, next question. あえてシンプルに聞いてみようかな。これ、酵母はまだ生きてるんですかね、中野さん。Wild yeast alive inside the bottle? There may be still.
maybe. So, yeah, but if you want to know, still alive, maybe keep, bottom leaf stuff, and then make a bread. Yes. Oh. Make a bread. Yeah, bread. Make a beer. Make a beer. Yeah, could be. Or look under a microscope. Yeah, yeah. But for me, sometimes, during vintage time, I'm gonna make bread by leaves. Yeah. I made Pinot Noir bread and then Riesling bread. I like Riesling bread. It tastes good. Wow. Could be from one bottle. We just during harvest we add water, sugar, and ginger to a bucket and to make ginger beer. Wow. Oh, Jesus, that's tasty. Sounds very yum. Yeah. Very yum. I remember BK burger. I always think if you think the pet nat's too sweet, maybe you could leave it in the sun for 1 or 2 weeks, and then it would be drier. It's gonna explode. No, it shouldn't explode because the calculation that we do will only allow it to produce a certain amount of CO2 or amount of pressure. ボトル内でまだ酵母は生きてるんですかっていう質問をしてみたんですけれども、maybe ですね。もし、おそらく生きてるんだけど、もし確認したければ、その檻で、パンを作ってみればいいよという話をしてました。中野さんは何だっけ？リスリングとピノの檻でパンを作るんでしたっけ？ブレンダンは、檻からと水と、砂糖と生姜でビールっぽいものを、エナジードリンクっぽいものを作ると。日本ないんですよね、あれね。生姜ジュースみたいな。あんまり聞いたことはないかな。ジンジャービアは日本であんまりないですね。僕は見た記憶あんまないですけども、生姜の甘いジュースですね。生姜湯の甘いバージョンで発泡してるやつ。でもしペットナットが、ブレンダンのっていうことになるのかな。ブレンダンのペットナットが甘いって感じたら、ちょっと暖かいところに置いとけばいいよっていうふうに、半分冗談なのか分かんないけど言ってましたね。でもガスが非常に発生して爆発するんじゃないのって言ったら、いやいや、そんなふうにはならないようにちゃんと計算されてるから大丈夫だよって。そうでございます。そうですね。さあ、はい。ペットナット、上手にフードペアリングかな。これ聞きたいな。Okay, next question to two of you. Okay, Brenda first. Do you like drinking any other producers pet nut these days? Any your favorite? Yuki's. Maybe my mistake to invite Yuki. Super quick answer. Thank you. Yeah, Yuki-san, apart from Brendan. What? What? No, Brendan. Go Brendan. Yeah, Brendan one. Actually, I really like you collaborate with Petillant Station, right? Brendan. Yes. Yeah, that's Chardonnay. I had a bottle last time. It was beautiful. Yeah. Was it collaborated? Yeah, or you collaborated. I made it here in my winery. Really? My good friend Philip from Petillant Station, he came to help me with vintage, and the day he flies home to New Zealand, they have massive flooding, and he loses all his grapes, everything from this vintage. So I bottled 1,000 liters for him. ペタンステーションかなっていうのが。Yes, you met Philip. Yeah, I met him.
ニュージーランドの作り手さんでいる。ワインリージョン忘れちゃった。田島の。あ、ホークスベイ。ホークスベイの作り手さん。ブレンダーの友達で、会いました。一番最初にニュージーランド行った時。そうそう、ブレンダーに教えてもらって、会ったんですけど、その人がブレンダーの友達で、BK に、収穫手伝いに行った年がありまして、で、あれですね、その人はまだナチュラルワインとか作ってないんですけども、ブレンダーが作ってるペットナットとか飲んでやりたいというふうに思っていて、勉強のために行ったそうなんですけど、ニュージーランドに戻った時に、洪水って言ってましたね。それで、その、ペタンヌステーションの、ブドウが全部失われてしまって、で、ブレンダンが、代わりにというか、ペタンヌステーションのペットナットを、BK ワインズで、作ったそうです。2020 vintage? ブレンダンさん。No, 28, maybe 80. 18? right? Yeah. 2018年のことみたいですね。18 was awful everywhere. That's rainy everywhere in New Zealand. So. There you go, 18. 中野さんは僕がブレンダー以外でって言ったらそれを答えたんですね。いいんですよ。そうなるでしょ。なんか特定の生産者の名前言ってくれていいんですよ。特定の生産者、スパークリングですか？どうしよう。あんまないですね。ブレンダーさん、have you tried delinquent pet nut recently? No. Not recently. Yeah, I know Greg really well. Yeah. How did you think about it? He's doing a lot of pet nat. He's doing a really good job. Yeah, exactly. I think I have some on my shelf here somewhere. Oh, really? Okay. グレッグさんとブレンダンさんは一応直接の親交がありまして、最近飲んだデリンクエンテのペットナットですね。って聞いたら、最近、多分直近のヴィンテージはまだ飲んでないそうなんですけど、非常にいいペットナットで、ボトルも飾ってるみたいです、ワイナリーに。グレッグはなんかブレンダンをリスペクトしてるって言ってましたね。そんなこと聞いたことないですよ、彼の口から。そうなんですか？本当？言ってましたよ、グレッグが。本当に。なるほど。OK。じゃあ。We're doing good. We're getting through the questions. Yes. Maybe last one かな。No, second か。Food pairing. How do you think about it? Food pairing. Food pairing for pet nuts. Maybe Barbie is the answer. No, oysters. Oysters? Yeah. Really? Oysters. I agree. Oysters. Raw or cooked? Both. Raw, sure. Only way. Oh, really? Only way. Only way? Only way. Natural oysters? Petillant Natural. Collaboration, yeah? 牡蠣がペットナットはすごい合うって言ってます。I never tried. Ah, the best. Oh my gosh. He never tried. What's the problem? I don't like oyster. It's more where is the question of the oysters are coming from? Is it the Bluff? Or is it the Coffin Bay? Is it the Bluff oyster in New Zealand? Different. I like smaller one. Same. But bigger oyster, I don't hate. It's more work. 磯臭さって英語でなんて言うんですかね、中野さん。Fishy. Yeah, bigger oyster needs more pet net. 多分ね、そういうのはフィッシーです。フィッシー。フィッシーThe fishy flavor doesn't come up? Depends. No. but it's okay because we're gonna put some lemon and pop. Onion, vinegar. I will try. 牡蠣が合うそうです。もし魚臭ければ、まあちょっとね、レモンを絞れば、そんなに美味しいんだ。But also, pet net goes really good with yakitori.
Have you tried? 100%. No. 200%. 200. Double. 焼き鳥にペットナットが非常に合うんじゃないかという話になってます。Oh, a little bit of seasoning, perfect. Oh my god, Yeah. so good. Have you tried with okonomiyaki, cabbage pancake, and takoyaki octopus ball? Oh yeah, see? Always great. Good combination. Yeah. And I can say Japanese hot pot. Okay. Any hot pot, good for sparkling. Okay. And then Udon? only udon. Actually, have you tried curry udon? I know you love curry udon. I'm sure you tried curry ramen, Brendan-san, in Gifu. Yes. Curry ramen. Yeah, in Gifu. What? I'll take you, Yuki-san, next time. Thank you. I will. Looking forward. Yeah, it works well. It works well because the good thing about most pet nat as well is you get the combinations that work really well with sparkling. Mm-hmm. You also get the combinations that work well with more full-bodied or more texture as well. So when you think champagne, or do you think kind of full-bodied Chardonnay? Yeah. Across the board, so it's the diversity for food is huge. I feel that Riesling can be quite limiting to the food selection, or say Shiraz can be, or Syrah can be limiting sometimes. Whereas with Pet Nat, you've got great diversity. リスリングとかシラーは、ちょっとフードペアリング、食事との相性を考えると限られた時があるけれども、ペットナットっていうのはスパークリングとしての、食事との相性という側面もあるし、例えば、フルボディの、シャルドネですね、味のしっかりしたコクのあるシャルドネとしての食事との相性、その両方が、いいとこ取りであるような側面があるので、食事というふうに相性ということを考えると、ものすごく幅広い可能性があるというふうに今、ブレンダーが言ってました。Yes. My best wine for camping is BK Pet Nat. For camping. Yeah, for camping. It goes good with campfire and camping. That's good. Yeah. In Japan, camping is very popular now. Oh, for sure. Yeah, it's kind of... Okay, last question にしようかな、一応。Last question from me ですね。How pet nut attract you compared to other sparkling wine, like champagne or prosecco or something? じゃあ、ゆきさんから、please. 何なんでしょうね。The Petillant Naturel is much casual, pure, casual, easy drink, enjoy, done. 通訳の必要なし。なし。本当にペットナットは、ね、気兼ねなく飲める、ね、手頃な値段だし、そんな高いものはないし、ね、なんて言ったらいいのかな。本当に気兼ねなく飲めちゃうっていう。もうそれに限ると思います。難しいことはいらないですね。で、それで美味しかったら、なおいいかなって、そんな感じですね。それぐらいのものです。だから本当にカジュアルです。And you, Brendan-san? How would pet nut attract you? It's like you said, it's so much fun. It doesn't need to be complicated. It doesn't need to. You can just open it anywhere, enjoy it. All it wants is sunshine and good weather, and good friends. And wine like that is hard to find sometimes in the wine industry. So it's nice. It doesn't need to be overcomplicated. People don't need to overanalyze it. They don't need to talk about it too much. They just need to really enjoy it. Like a sunny day, the beach, camping,
friends, loud music, all these things, perfect for PetNat. Perfect. So people should forget this talk session after this and drink the wine. Enjoy. Exactly right. Yes. やっぱりブレンダーにとっても、ペットナットはとにかくまあ、楽しさというか、ファンって言ってましたけど、楽しさを、まあ、味わうといいますか、ものであって、まあ、晴れた日とかに、友達とかと、難しいことは考えずに、そんなこう作りがどうとか、そういうことも、あまり語るようなこともなく、まあ、いい時間を、一緒に過ごすときに飲むような、ワインであったらいいなというふうにブレンダーは思っているそうです。まあ、ですのでね、今これでペットナットとはという Q&A を進めましたけれども、まあ、理解はしていただいて、だけどあまり小難しいことは考えずに、ペットナットのこの素直でピュアで、フレンドリーな味わいを楽しんでもらえればいいなというふうに思います。閉まりました？閉まったっす。今、ブレンダーで喋ってる時にこの閉まりの道が見えました。うんっていう感じですね。バッチリ閉まったと思います。はい。じゃあまあ、一旦これで締めとこうかな。そうですね。まあ、長くなってもあれですもんね。そうですね。一応ちょっと Facebook とかでも大丈夫かな。クエスチョンですか？中野さん1個答えてくれてましたね。ありがとうございます。なんか、場所間違えましたけど、答えるところ。いや、大丈夫です、これで。No question on Facebook。はい、大丈夫ですね。いや。Alright。なんかじゃあ、中野さんからブレンダーに質問とかなければ、締めようかな。いや、まあ、普段普通にメールとかしたりしてるんで。あ、そうなんだ。やっぱりね。元気とかやってるんで、別に大丈夫です。OK です。OK。じゃあ、ブレンダーさん。Yes. Let's finish broadcasting. Yes. Thank you very much for coming. I met Kirsty 22 years ago today, so I'm going to drink this bottle of PetNat with her this afternoon. Sure. Oh. Actually, I saw on my Facebook as well. I just saw on mine. Yeah, good picture. Yeah. Great. Shin, thank you for doing this. It's great. I look forward to us drinking PetNat together, as I do drinking PetNat with Yuki, or even all three of us together. I look forward to that time in the future. It's a little bit crazy right now, but we have lots of good friends in many places, so I look forward to sharing good bottles with them. So thank you. 今日はありがとうございましたと。来年のね、また日本に行きたいなという話をさっきブレンダンともしてたんですけども、まあ状況次第ではありますけれども、また日本に行った時には、彼の個人的な友人とかもね、日本にはいますので、その時はまたペットナット飲みながら、楽しみたいと思いますので、今日はありがとうございました。ゆきさんもじゃあ、もう日本語でいいんでお願いします。一言。日本語でいいんですか？まあ、ブレンダーも。Anyway, thank you so much today. And ありがとうございます。And also, we did like a wine tour with Brendan last time, maybe 2 years ago. It was winter and then crazy snow in Tokyo there, right? Yeah. It's so crazy. Everything stopped and it was very fun. But I really want to do wine tour with you again. Oh, sure. I hope soon, but now it's crazy coronavirus. But yeah, hopefully. There's gonna be a big week in Japan. ですね、アゲインです。アゲインで、やるならば一緒にやりたいですよね。まあね、面白そうですね。プライベートでも仲いいし、
ね、そういう人たちが、国は、僕はもともとオーストラリアで一緒に行きましたけども、それが変わっても、一緒に、ね、そういうふうにできる場をね、設けていただけるような機会があるっていうことなんで、ぜひぜひ、帰った時には、やりたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。今、日本では、BK さんは2019年がちょっと残ってますので、こちら飲めますし、2020年ヴィンテージからは、ブレンダンの今のシャルドネの20年ヴィンテージとピノノワールのロゼが、後日と、中野さんは2020年にロゼ、まだバブルなかったけど、ロゼペットバブル若干あるね。若干あるが生まれる予定だということなので、入る日を楽しみにしていただければ。はい。よろしくお願いします。OK。ありがとうございました。Thank you very much, ブレンダンさん、ゆきさん。Thank you. Thank See you you. again. Ciao. Ciao, ciao. Thank you, Brendan. Thank you. See you, Yuki. Thank Ciao, you. ciao.